こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、私ね、今日はね、毎日メイクのリベンジをしたいと思います。前回メイクの動画を私さ、質問コーナーの動画ですよ。あれで珍しくメイクする動画を出したんですよね。そしたら、この年にして結構いろいろ間違ってることをしていたことに気づきましたね。たくさんコメントでアドバイスしていただいて、ちょっとそれから改善したんですよ。で、メイクさんとかにメイクしてもらう機会があったらアドバイス聞いたりして、そういろいろね、改善したわけです、最近またね。で、なんで今日はね、リベンジとしてやりたいと思います。今日はね、ご飯食べる動画じゃないんで、メイク興味ないぞっていう人は、もう見てください。そうです。本当に超興味なかったら、他の動画を見たりとか、また私の動画を明日にでも見てもらえたら嬉しいです。今日はね、とにかくメイクの動画です。頑張ります。じゃあメイクを落としてきました。ちょっとね、まだね、だいぶ見せるのがやばいやつなんですけど、頑張りたいと思います。ちなみにですね、今出かける30分前なんですよ。30分でメイクできたらいいなって思ってます。まずは一番最初にね、ピンで前髪を留めます。今回もファンデーションは使ってなくて、下地出してシカペアのクリームを塗ってます。最近ね、ちゃんとね、このヘラを買いましたね。ちょっとつけて塗ります。メイクをね、ちゃんとしっかりしたい人はファンデーション塗るんですけども、毎日のメイクの時はもうこれですね。私ファンデーション塗ると浮いてきちゃったりするんでね。でも肌カバーしたい時はちゃんとやっぱ塗ります。で、言ってなかったですね。私ね、最近いつもこいつらがいるのでわかると思うんですけど、ベアベアーズっていうアニメにハマってるんですよね。化粧品のポーチとかも全部ベアベアーズにしました。これもベアベアーズ、ベアベアーズ、ベアベアーズです。それはいいとして、いつも基本のメイクポーチはこれって感じですね。これになんか普段は持ち歩かないものも入っていて、でこれは一番ちっちゃいもういつも持ち歩いてる感じですね。リップとか目薬とか細々したものが入っています。下地の次はコンシーラーを塗ります。で最近これ高原堂っていうところのコンシーラーを教えてもらったんですけど、これがすごくよくって今これを使ってます。ファンデーションもね、使う時はこの高原堂のファンデーションを使ってます。こういうやつですね。これが目元用のコンシーラーです。ちょっと私ね、今日まで状況テンションなんで貼らないでいきたいと思います。で、それで目元に塗りますね。お茶ぐらい持ってこようかな。で、私なんか前のメイク動画の時も言われたんですけど、なんか伸ばしてないとか雑とかね、あったんやけど、実際そうなんですけど、私こう動画回ってるとね、さらに雑になっちゃう。なんかもうね、動画の前でこう丁寧にやるのがね、すごく恥ずかしくって、なんか女性らしいことやるのがね、なんか恥ずかしいんですよね。で、それ前回のそのメイクのやつの動画でね、皆さんにね、アドバイスもらって、私前はスポンジでパパパパンって伸ばしてたんですけど、指でね、叩くということの方がいいということを知って、今指で叩くようになりました。で、指で叩いて周りをスポンジでやった方がいいよってコメント欄で教えてもらったんですけど、私も周りも指でぼかせばいいじゃんと思って今スポンジ使ってないです。ちょっとお茶裏持ってこよう。もう考えてみたらね、私あんま朝一で動画撮ることとかなくって、朝一番起きてメイクする動画撮るってこんなにしんどいんだなって今びっくりしてます。ちなみに昨日ね、6時ぐらいに寝て起きたの8時ぐらいなんですよ。それもあってしんどいですね。用事があってね、起きましたね、今日は朝に。でですね、次はこの目元以外のコンシーラーです。これも高原堂の目元以外のコンシーラーを使っています。まだやけどの跡が残っています。もうやけどではなく、これは治らずにシミなんじゃないか疑惑がこの2つのやつにありますね。シミになってしまったのかお前らはっていうやつですね。ニキビ跡とかにも塗ります。でこれも指で叩きますね。叩き込みます。これは本当ね、みんなに教えてもらってよかったですよ。私はもう一人だと本当全然違う間違った方法をやってますからね。でも意外と YouTuber に限らず、メイクって別に人に毎回見せるものじゃないから、こうアドバイスもらえるってめっちゃありがたいです。なんかお泊まりとか行ったりしたらね、友達と何使ってるのとか言って、こんな方法してるのってそれが見れるけど、普通の毎日はね見せることないですからね、メイクの時っていうのはね。ほらなんか私ね、やっぱこう喋りながらやるじゃないですか、動画を撮りながらだと。あと照れ隠しもあって、なんかもうちょっと雑にやっちゃいがちなんですよね。今回ちょっと気をつけないとな。
構でも雑にやっちゃうんですよねって言ってる時点でちょっと保険かけてるんですよね、私。本当に雑にやらないつもりならもう何もこう言い訳をせずに、だって雑じゃないから突っ込まれないからそんな言い訳する必要ないんですけど、雑になっちゃうんだろうなと思うから雑になっちゃうんだよな、気をつけなきゃなとか言いながらやってますね。卑怯なやつですね。前回も言ってるんですけど、カラコンと松エクはしている状態ですね、私ね。次はチークです。でチークもね買い替えました。なんかずーっとシャネルの練りチーク使ってたんですよ。多分3年ぐらい使ってたんですよね。あれなくならなくって全く。最近ねメイクさんにメイクをしてもらう機会があって、その時に私オレンジのチークを使ってたんですよね。そしたらねオレンジのチークってね肌くすんで見えるよってメイクさんに教えてもらって、で教えてもらったのがこの RMK のピンクのチークです。 RMK マルチペイントカラーズ04ピンクジョイって書いてます。私さ結構もう年齢いってるからピンクのチークって私がつけちゃいけないと思ってたんですよね。でもなんか色ってそういうもんじゃないみたいですね。私の肌だったらかもしれないんですけど、コーラル系オレンジはくすむらしいです。ピンクの方がいいよって、肌が綺麗に見えるよって言われてこれを使うようになりましたね。でこれもコメント欄でねアドバイスしていただいて改善した点なんですけど、もうチークを塗る位置です。もう私あの時全体にめっちゃ塗ってましたよね。さっき言ったのと一緒ですごい雑にね塗っちゃったんですよ。でしかも後でぼかすからっていうのもあって濃いく塗ってたんですよね。でも今回のこれでちょっと違うなっていうのが分かりました。練りチークを指にとってもう塗る位置ってねメイクさんにも教えてもらったんですけど、ほんとちょっとでいいって言われて、私の場合はねこう私頬骨がここが出てるのが嫌いなんですよ。あんまり出てないように見せるために内に入れるんですよね。で内に入れて小鼻の真横には入れちゃいけないんですって。私鼻が大きいのもちょっと気になるんですけど、鼻も大きく見えちゃうんですよね。で黒目の外側にチークを塗っちゃダメなんですよね。小鼻のこの高さより下には入れちゃいけないので、めっちゃこの練りチークを塗る位置はすごい少ないです。ちょっと真剣にやろう。いつもの自分を思い出して、ほんとこんなもんです。ちょんと塗って、であとはぼかす、こんな感じですね。これもでもあれです。パウダーとか塗る前だからちょっと濃いめですね。だから思ったんですけどね、シャネルの練りチークってね全然なくならんと使っとっても。でも RMK のさ練りチークはさすごいちっちゃかったやん。さっき私 RMK のチークどこやったこれはねなんかすごい少ない量でいいから、全くなくならんから練りチークってちっちゃくていいな、 RMK っていいなって思いましたね。でその次はこれはね私ちょっと言いたい。アイシャドウは3のシマリンググローデュオ01部分用ファンデーションを使ってるって言ってたじゃないですか。コメント欄で結構これをアイシャドウに使ってるなんて間違ってるよとか、初めて見たとかいう人結構いたんですけど、仲いいメイクさんに教えてもらったんですよ。これは部分用ファンデーションなんだけどナチュラルにアイシャドウとして使えるよって言って、あえて部分用ファンデーションを使ってるわけです。でちょっとね使用感すごいんですけど、中身もねほらこんな感じなんですよ。結構濃いでしょ。こんなしかもラメも入ってるから、私あんまファンデーションとかにラメ使わないからアイシャドウにちょうどいいんですよね。明るい方の色を全体的にぼかして、でもしっかりメイクの日はこっちじゃないんですよね。楽ちんメイクの時はこっちを使ってるけど、しっかりメイクの時はちゃんと何色か入ってるアイシャドウを使ってます。二重ラインとかに濃い方を塗りますね。アイシャドウの次はアイラインです。これはシュウエムラのウォーターペイントインクナチュラルブラウンアイライナーです。ナチュラルなやつがいいんだよね。これを入れますね、まつげの上に。そういえばこれねこれも前のコメント欄で言われたんだけど、なんかメイクとかすごい雑なのにデパコスなんで使ってるのって書かれてたんですよね。いやーね、あれですよ、それはもうメイクは下手だからこそですよ。メイク下手だからプチプラ怖くて使えないんですよ。私なんか使ったらもう大変なんじゃない。プチプラはさなんか難しいんじゃないかなと思って使う方によってはね、私はメイクが下手だからデパコスだったらケアしてくれるんじゃないかなって思って使ってますね。はい、次パウダーかな。最近買ったのがカネボウのフェイスパウダーミラノコレクション2018のやつですね。もう2018年終わろうっていう時期にこれに買い替えました。そう、ずっとなんかパウダー迷子だったんですよ私。すっごい昔ミラノコレクションを買ったことがあって、でもその時私若かったんですよね。だからミラノコレクションの良さがあんまり分からなくって、で今回もまだそんなに良さ分かってないんですけど、いいものなんでねいいんじゃないかなと思って買ってみました。これもねコメント欄に教えてもらってやってるんですけど、私さ前は
はフェイスパウダーの前に眉毛描いてたんですよね。でもそれフェイスパウダーの後に描いた方がいいよってコメント欄で教えてもらって、今はフェイスパウダーを先にやっています。もう私はね、アドバイスをね聞いてますよ。みんなのアドバイスをすごく助かっていますね。毎日でも流れ作業でメイクしてるけど、やっぱりミラノコレクションいい気がします。Amazon レビューもめっちゃ良かったですからね。もう私ね、何をするにも Amazon ですよ、大体。この RMK とかも Amazon で買ったし、シューエムラはね、ちょっとなんかデパートに行く機会があって、デパートで買ったんですけどね。でちょっと今ね、ないんでやらないんですけど、パウダー塗った後に筆でこうササッサッサって粉を飛ばしたりするんですけど、今ちょっとないのでやらないです。はい。次それで眉毛ですよ。で眉毛も最近これ買ったんですけど、シュウエムラのブローパレットウォルナットブラウンエイコーンのやつです。でこれもシュウエムラの眉毛用の筆です。結構太くないですか？私これ最初描く時難しいかなと思ったんですよ。細いのもね実は買ったんですよ。お店の人に細いので眉尻描いて、太いのでここ描いた方がいいですよって言われたんですよね。だから両方買ったんですけど、いざこれ使ってみたら眉尻の方もこれで結構私的に描けるような気がして、今これ1本だけ描いてます。こっちの方がね自然に眉尻もなんか程よい太さに描ける気がして、今これ使ってますね。これもねメイクさんに教えてもらったんですけど、私だからさっき頬骨が出てるのが嫌だって言ったじゃないですか。出てるのが嫌な人は眉山を内にした方がいいよって言われて、で私は結構なんか前まで外側に眉山作って、眉尻はもうちょっと描いてたんですよね。なんかでも顔が横に広がってるのが嫌な人は眉山を内にした方がいいよって言われて、今それしてますね。それでこのアイブロウはこっちの濃い色を使ってます。こうだんだん薄くしていきたいんで、眉尻を一番濃くしたいから、眉尻の時にこのパウダーのせて、あとはこうなんかずっと眉頭にかけて伸ばしていくだけって感じですね。筆はずっと横向きっていうのでこう流してます。私ちょっと今日眉山外に描いちゃったかな緊張ですねこれは。はい、こんな感じです。でなんか薄い方の色をふわっとノーズシャドウ入れたりします。この眉毛の始まりをぼかす意味もあってですね、顔になじませる意味もあってですね。はい、でだんだんできてきましたね。で次アイブロウマスカラ的なやつです。名前はねちっちゃい字だな。アイブロウマニキュアです。でハニーグレーズの色ですね。これもシュウエムラで買ったやつです。これを塗ります。いやこれねすごいね使いやすかったです。めっちゃ。でもなんかこれをメイクさんに言ったら色をねミスってたみたいですね。もうちょっと明るい色の方がいいよって言われました。このつける部分がちっちゃくって、あとこの形がめっちゃね塗りやすいです。短い眉毛の時に毛流れを逆らって塗って、その後は毛流れをこう整えますね。はい、これをするとねもうこう眉毛が色が落ちにくくなるからやってますね。私はね練りチークの他にもパウダーチークも使ってるんですよ。これで最後色調整って感じですね。これも RMK のチークです。色はカラーパフォーマンスチークス01トランスルーセントピンクです。全部混ぜて色を調節してっていうけど絶対してないですね。もうとりあえず混ぜてる感じですね。で塗りますね。ふわっとね、ちょっとあんま塗りすぎないようにしないとね、すぐ塗りすぎちゃいますからね私はね。でもここになんかラメっぽいのとかもあったりするけど、チークをぼかす意味で使ったりしますね。肌になじませるために。でそしてですよ、最後ナーズのフェイスカラーのやつですね。暗い色のやつです。でこれは引き続きナーズのやつを使ってます。これを最後ちょっと私顔大きいのが嫌だから出てる頬骨にも塗って顔の全体的にも塗ってる感じですね。ちょっとでも顔を小さく見せようと思ってね。で私鼻が大きいのもさっき言ったけど気になるんで、小鼻らへんにもちょっと塗っています。私小鼻を塗ってるんですけど、これって間違ってますってメイクさんに聞いたら、その場合は小鼻に塗るんだったらちゃんとノーズシャドウ入れないといけないよって言われて、そうじゃないと小鼻だけ茶色いの浮いちゃうから、だからノーズシャドウを最近入れるようになりましたね。じゃーん、ピンを取ってできました。ちゃんとね30分前にメイク終わらせることができました。よかったです。この後でも準備して出かけるから間に合うかなって感じです。でもまだリップとか塗ってないわでリップも私もさっきスキンケアの時点で保湿のリップは塗ってたんで、これ色のついてるやつを塗りますね。これシュウエムラのリップ買いました。ラックシュプリア、すごい字がちっちゃい BI
老眼なのかな。違う。そうだから近くが私見えますよね。 BG02 番リップカラーです。これを最後口に塗ったらもう完成ですね。ナチュラルな色を描いたかったんでメイクの人に言って買いました。はい、完成です。できました。はい、私のね最近の毎日のメイクはこんな感じです。もう前回コメント欄で結構ボロボロだったんですけど、私そのおかげでねメイク方法が改善することができました。今回もまたちょっとおかしいところがいっぱいあるかもしれないんですけど、最近はねこんな感じです。でも前よりはね良くなった気がします。ほんと今考えると前は雑だったなーっていう感じですね。メイク道具とかもねなんか今使ってるやつの方がすごいね使いやすいです。はい、じゃあこんな感じです。皆さんなんか多分あんまり参考にならないと思うんですけど、ちょっとでもね反面教師でもいいですね。反面教師的な感じで参考にしていただけると嬉しいです。今度ねなんかちゃんとファンデーションからやってるアイシャドウもやってるメイクもいつかやろうかなって思います。今日はちょっと時間もなかったのでねもうパーってやりましたね。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。